お金を使うのが怖いとか、減るの嫌だな、貯金増えないな、苦しいなとか、あとは本当は欲しいものがある、自己投資したい、でもお金が減るのが怖いし、これで回収できなかったらどうしようみたいに恐怖とか不安を感じてしまうことって、お金に関して言うとめちゃめちゃあると思うんですね。ただ、今回の動画でお伝えしたいのは、お金っていうのはどうせ増えていくんで心配しなくて大丈夫ですよってことがお伝えしたいなと思います。必ず元に戻っていきます。ちょっとね、振り返ってみてほしいんですけど、例えば病院にかかって数万円かかっちゃいましたとか、家電が壊れて買い替えるのに10万ぐらい払いましたとか、友人の結婚式が重なってお祝いやらなんやらで3万6万9万12万とかみたいな感じで使っちゃったと。でその時ってうわー減っちゃったなーみたいに思うことってあるじゃないですか。一気にお金減ってやばいかもなってちょっと焦ったりするじゃないですか。ただ一瞬お金が減ったとしても、それが半年1年経った時に振り返ってみたら結局元通りの金額に戻ってないですか。貯金額、資産額、収入とかでもいいですけど、元通りになってると思うんですよ。例えば他だったら、給料が1回下がったとしてもまた元に戻ったりとか、じゃあ自営業やってる人だったら売上ちょっと下がっちゃいましたっていう月があったとしても、その翌月とかその次で半年1年経ってみた時に結局トントンになって、意外と生きれたなみたいなことって割とある話だと思うんですよ。これって別に偶然でも何でもなくて、この人間の機能的にそういう風になっていくんですよ。人間には現状維持機能っていう今の状態を保つ、今の自分の基準値を保つっていう性質があるんですけど、これは体温とかが分かりやすいと思います。36.5 度が平均なので 36.5 度になるべく維持しようとする機能とか、あと心臓を動かし続ける機能、これが人間の心理とかね、メンタルとか行動っていう部分でも精神的なところでも働いてるよっていうのがもう今分かっていると。なので自分の基準値、お金の基準値が例えば100万なら、一瞬減ったとしても必ず100万に戻るようにこの現状維持機能っていうのが働いて、そこまで戻してくれるんですよ。300万が基準値なら一瞬減ったとしても300万になるように戻してくれる。で具体的な行動としては人によってもちろん違うんですけど、無意識のうちに節約するようになったりとか、いらないものを売って収入を得たりとか、副業を始めたりとか、なぜか臨時収入が入ってきたり、ボーナスが入ったり、給料がちょっと上がったりみたいな形で、いろんな角度から自分の基準値、お金の基準値に合わせて経済状況を戻そうとしてくれるわけです。だからビビる必要なんて一切ないわけです。今月の支払いどうとか、自己投資がどうとか、本当は欲しいものがある、旅行に行きたい、ライブに行きたい、でもなお金が減っちゃうしな、そんなことは一切心配しなくていいですよってことなんです。だってどうせ元に戻るからね。ここでちょっとね、これなんかふわっとした話だなって感じるかもしれないですけど、これめちゃめちゃ大事な話をお伝えしたいなと思います。お金って人間関係と一緒なんですよ。どういうことかっていうと、例えばじゃあ友達が海外に留学するってなった時に、寂しいから行かないで、留学なんて行かないでって泣いて引き止める人と、頑張って絶対うまくいく、応援してるからっていう風に背中を押してくれる人だったら、どっちが好かれるかって言ったら、当然応援してくれる方ですよね。自分のことを考えて送り出してくれる、そっちの人の方が好かれるわけです。行かないで行かないでって引き止めてたら、相手の行動や夢も奪っている、相手を制限しているってことになるんですよ。お金も全く一緒で、お金に対しても行かないで、出て行かないで、減らないでって思ってると、確かにその手元に残ってる分はそのまま維持されるかもしれないですけど、増えるチャンスっていうのが消えるわけですよ。これさっきの海外留学と一緒で、海外に行くことによって一時的に離れることによっていろんな経験を積んで成長をして、さらに大きくなって帰ってくる。これと一緒なんですよ。お金も使うことで、出すことで、巡らせることで、さらに大きくなって自分の元に帰ってくる。いろんなことを経験して、いろんなところを回って自分の元に帰ってきてね、お友達をたくさん連れて帰ってきてねっていうような意識でお金に対しても扱うと、お金もこんな素晴らしい心の豊かな人のところに戻りたいなっていう形で、これが不思議なことにお金が自分のところに何倍にもなって巡ってくるようになるんですよ。で、お金を使うのって悪いことじゃないです。めちゃめちゃいいことなんですよ。お金を使うから美味しいご飯が食べられる。お金を使うから快適な家に住める。お金を使うから病気を治せる、健康が手に入れられる。大切な人と旅行に行ける。自分の趣味に没頭できる。人生を謳歌できる。お金は人生をより良くするためのツールなんです。そしてお金を使うことで、その
使った先の人も幸せになるわけです。こういう幸せのツールなんですよ、本当は。で、このツールに対して自分の元から減った増えたで一喜一憂するってめちゃめちゃもったいない話なんですよね。だって自分がお金を使ったら自分もそれの対価として得るものもあるし、そのお金を払った人、相手も幸せになるわけですよ。お金がさらに入ってきて。こんないいループを自分からせき止める意味が分かんなくないですか？もちろん現実的にいやお金がないと生活できないよとかね、やっぱり将来に向けてっていうのはあるんですけれども、ただ考え方としていつまでもそのお金に対して過度に制限をかけたりとか、自分には稼ぐ能力がない、やばいかもしれないって思い続けてると、そっちのいわば自分にとってマイナスの現状が起きやすくなっちゃうので、意識的に快く送り出してあげよう、使ってもいいよっていう風な心構えにするのが大事だよってことなんですよ。別に無駄遣いしろって言ってるわけじゃありません。ここはぜひ勘違いせずに押さえておいてください。で、お金を結局使っても元に戻るよっていう話をしたんですけど、1点ちょっと注意点があって、これ何かっていうと、基準値に戻るということは増えても基準値に戻るリスクもあるってことなんですよ。これ正しくアプローチしていけばちゃんと増やし続けることができるんですけど、例えば宝くじで当選した人が数年後に破産しちゃいましたみたいな話って、本当かどうか分かんないですけど、聞く話じゃないですか。これって人間の潜在意識的に何が起きてるかっていうと、その1億円当たった人のセルフイメージ、潜在意識の経済状況の基準値っていうのが書き換わらないままポンと1億円入っちゃったもんだから、基準値に対して大幅に上振れしまくってるから戻そうとしてくるわけですよ。俺は100万程度の人間だっていうセルフイメージの人に対して1億円が入ってきたら9900万円を使っちゃうような感じになっちゃうんですよ。失わせたりとかね、謎のものに使っちゃったりとかっていうのは結局100万まで戻しちゃうっていう逆の働きっていうのもあります。で、大事なのがお金の基準値を上げ続けることなんですね。自分は100万だ、100万の人間だなと思ってるとお金が入ってきても100万に戻っちゃう。でも私は200万だ、300万だ、1000万だ、1億円だっていう基準値になっていれば、お金が入ってきてもちゃんとその基準値、高い基準値を維持できるようになるわけです。で、さらに例えば今貯金が100万円だとしても、私は1000万あるのが普通だ、1億円あるのが普通だっていうセルフイメージにきちんと書き換わっていったら、自動的に収入も1000万1億っていう風についてくるようになるわけです。それが人間の潜在意識の働きなんですね。じゃあどうやってお金の基準値を上げるんだっていう話なんですけど、これね、めちゃめちゃ簡単な方法があります。今日からできます。動画終わってすぐできます。何かっていうと、もうお金を手に入れました。例えばじゃあ1億円だったら1億円、10億円だったら10億円手に入れた自分を臨場感高くイメージするっていうのをぜひやってください。もっと言えば妄想しまくるっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。妄想すればするほど人生うまくいくようになるんで、ぜひやってください。で、なんでかっていうと、これはもういつもお伝えしている通り、人間の脳、潜在意識っていうのは現実と妄想の区別がつかない。なおかつイメージしていること、臨場感が高いことを現実化するっていう機能があるので、その妄想しまくって妄想の臨場感が高まってくると、その妄想の世界で思い描いていた、頭で思い描いていた理想の生活っていうのが現実にも投影されやすくなるんですよ。そういうめちゃめちゃすごいポテンシャルを持ってるんで、これまでね、なかなかうまくいかなかったとか、いやそんなことやっても無駄でしょうみたいな風に思ってた人も一旦妄想に没頭してほしいなと思うんですよ。で、妄想して失うものって何もないわけです。お金もかからないしね。今日からすぐできる。なんならプラスになることしかないから、妄想しない方が損なわけです。別に1時間2時間妄想しろって言ってるわけじゃありません。1分2分でいい。目をつぶってちょっと理想の未来を思い描いてみる。1億円手に入れました。私はどんな生活をしてるかな、どんな服装をしてるかな、どんな感情かな、どういう仕事をやって、どんな風に毎日を過ごしてっていうのをちょっとずつでいいんで妄想をしてみる。で、妄想を癖づけていくと、あれなんかこっち妄想の世界の方が私にとってふさわしくないって思える瞬間が来るんですよ。そうしたら勝ちです。そうしたらもうあなたの潜在意識っていうのはその理想の未来の方が当たり前、理想の未来の方に基準値が合うので、例えば今基準値10万円です、100万円ですっていう人が1000万1億になるので全然難しくないんですよ。この理想、自分の基準値は1億円になりました。でも実際の状態は100万円ですっていう時に、ここにギャップがあるじゃないですか。このギャップを埋めるために潜在意識っていうのはめちゃめちゃポテンシャルを発揮してくれるようになるんで、もう今までとは打って変わってご縁、アイデア、モチベーション、行動力、いろんなものが自分のところについてくるようになるんですよ。これは努力なしです。血の滲むような努力しなくても我慢しなくても勝手に行動したくなって勝手に行動して勝手に結果がついてくるっていうめちゃめちゃいいスパイラルに入っていけるんですよ。この妄想が癖になって妄想の世界が当たり前だよね、基準値上がりましたってなると、これだけ人生を変えていくことができるんです。どうせ無理かもなとか自分にできるかなっていうネガティブな考えっていつの間にか消えてるんですよ。無理やり外そうとしなくていいです。無理やりブロック解除なんてしなくていいです。
勝手に外れてるんですよ。勝手に消えてるんですよ、ブロックって。それぐらい妄想力っていうのはめちゃめちゃ重要なので、ぜひね、癖づけてほしいなと思います。で、妄想なんで現実逃避でしょ。いや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 、そう思うのめちゃめちゃもったいないですよってことなんですよね。で、世の中の全ての商品サービスとか全て妄想から始まったわけですよ。ライト兄弟が空を飛びたいっていうその妄想があったからこそ実現したわけで。で、スマホだってそうです。パソコンを持ち歩きたいとか、もっと、便利な世の中にしていきたいっていうところの妄想からスマートフォンが生まれたわけで、全て妄想スタートなんですよ。で、妄想できるってことは何かっていうと、実現できるから頭に思い浮かぶってことなんですね。実現できないことってそもそも頭に思い浮かばないわけです。例えば、私たちはお金持ちになりたいって思うじゃないですか。で、お金持ちになれる可能性があるからお金持ちになりたいっていう妄想ができるわけです。でも、私たちはパイロットになりたい、飛行機を操縦しまくりたいっていう気持ちってあんまり持ってる人って多くないと思うんですよ。この動画見てる方の中でもいらっしゃったら申し訳ないんですけど、あんまりそのパイロットになりたいなとは思わないと思うんですね。パイロットの方は申し訳ないです。その方は別の例えをイメージしてほしいんですけど、で、それは自分の中でパイロットになるっていう世界線とかパイロットになれるっていうそのものの概念がないから、パイロットっていう理想の未来っていうのが存在しないんです。でもお金持ちっていう理想の未来っていうのは存在しているってことは実現できるってことなんですよ。それだけなんです。思い浮かぶことは実現できるっていうのを肝に銘じて、で、自分のことを純度 100% で信じて妄想して、そしたら結果的に全て叶っている。こういう方程式なんですね。どのタイミングで妄想してもいいです。時間が空いた時にぼーっとしてみる。トイレに入りながら妄想してみる。で、より効果的なのは朝起きてすぐとか夜寝る前とかにそういう理想の未来の妄想をすると、トランス状態、転生意識状態っていうより書き換えやすい状態に入りやすいので、そこで相乗効果を持ってより妄想力っていうのが高まっていくんですけど、ぶっちゃけ別にいつでもいいです。どのタイミングでもいいんで妄想しまくってください。で、妄想するとめちゃめちゃワクワクすると思うんですよ。うわ、こんな未来いいな、素晴らしいな、ハッピーだな、これはちょっと実現してみたいな、こんなとこ住んでみたいな、いろんなプラスな感情っていうのがじわじわと湧き上がってくると思います。で、その感情を感じるっていうのもめちゃめちゃ大事で、その臨場感を感じたことを現実化するよっていうふうにお伝えしたんですけど、感情を感じてるってことはもう臨場感を持てているってことなんですよ。っていうことは、それを繰り返していったりとか、より深みに入っていったりすればもう叶うんですよ。意外と人間のその願望実現とか理想の未来を叶える、夢を叶えるって難しく捉えられがちなんですけど、全然そんなことないんですよ。結局シンプルなんですよ。妄想するかどうかから始まってくるわけです。で、妄想してカチッと意識がそっちにチューニングが合えば、勝手にモチベーションも行動もアイデアも全部ついてくるんで、難しいこと考える必要ないんですよ。妄想さえしておけば最初のスタートとしてはもうバッチリなんです。もちろんね、極論言うと妄想してだらだらネットフリックス見てるだけとかはダメですよ。ただ妄想して潜在意識のチューニングが合えばそんなことにはなりませんね。ゴロゴロネットフリックス見て YouTube 見て時間潰すだけの人生にはなりません。ちゃんとチューニングが合っていけば大丈夫です。なのでまずはもう繰り返しね、くどいかもしれないんですけど、妄想から始める。これぜひね、徹底してほしいなと思います。で、もしもっと詳しい方法を知りたいなとか、変性意識状態とかね、瞑想とかね、幅広く学んでいきたいとか、より効果的な方法を知りたいっていう方は、概要欄の URL からいろいろお伝えしてるので、またそのいろんな特典とかね、受け取ってみて、学んでみてほしいんですけど、最初のきっかけとしては、とにかく妄想。もうこれが全てです。なので、妄想してお金の基準値を上げれば、勝手にそのお金持ちの世界線に移動できるわけだし、で、お金っていうのは使っても大丈夫。結局元に戻るんで。で、その基準値を上げていくために妄想しましょうねっていうことなので、結局はこの人生を生きるにおいて、お金もそうだし、他の全ての人間関係、健康、夢とか目標とか理想の未来、生活、いろんなフェーズにおいて恐れるものは何もないってことなんで、自分にとっていらないものっていうのはどんどん勝手に離れていくし、本当に自分の理想にとって必要なものっていうのは勝手に来るようになってるわけです。なので恐れなくて大丈夫。自分の思うまま want to に従ってぜひこれから生きてみていただきたいなと思います。で、その瞬間にあなたの人生、我々の人生っていうのは次のステージへ進むことができるようになっていきますので、ぜひですね、一緒に、どんどん人生アップデートしていきましょう。ここでお知らせです。ただいま概要欄、プロフィール欄の URL から潜在意識と願望実現についてより詳しく解説している願望が叶え続けるロジカルな潜在意識の授業プラス8大特典をご用意しております。1、引き寄せ心理学実践ライブセミナー。2、夢を叶える潜在意識活用限定ライブセミナー。3、潜在意識を活用して幸せなお金持ちになるためのライブセミナー。4、最高の人生を引き寄せる5理論 &8 つのセルフイメージ構築テンプレート。5、
潜在意識を活用して最速で夢を叶える方法をまとめ音声ファイル。6、お金のブロックを外す実践的ワーク7選。7、最速で夢が叶ってしまうビジョンボードの作り方。8、人生を一瞬で変えるセルフトーク攻略マニュアル。これらをお届けしておりますので、ぜひ合わせてゲットしてみてください。それでは今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もし1ミリでも参考になった部分がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。